こんにちは、まるこです。今日勉強するのは第1段階の項目12、行き違い。この項目について勉強していきたいと思います。道路は自分一人だけが運転しているわけではないですよね。対向車もいれば歩行者、自転車もいます。そういった他の交通と安全に行き違いをする技術は運転に欠かせない能力の一つになります。僕は無人島で暮らしているので行き違う人なんていませんっていう人ならこの動画を見る必要はありませんが、皆さんはそうじゃないですよね。そこでこの動画では安全な行き違いの方法を誰でもわかるように解説していきます。動画の最後には学科試験でよく間違える要注意な問題をピックアップして解説しますので、最後まで見ていってください。それでは早速いきましょう。では安全な行き違いの方法について解説します。他の交通と安全な行き違いをするためにまず大事なことは、行き違う他の車や歩行者との間に安全な間隔を保つことです。そうすると接触の恐れが減り、事故を未然に防ぐことができます。では、その安全な間隔はどれぐらい空ければいいのかということですが、これが明確な距離の規定はありません。技能検定の時は採点のため距離の基準を設けていますが、それはあくまで検定の話で、運転時の交通ルールにおいては安全な間隔について明確な距離の規定はないんですね。そう言われると、規定がないだなんていい加減なルールだと怒ってしまう人もいるかもしれませんが、でもしょうがないんですよ。というのも、交通状況はケースバイケースです。行き違い時のお互いの車の速度はどうかとか、相手が自車に気づいているのかどうか、行き違う車以外に危険はないか、相手の判断能力はどうかなど、もう場面ごとに求められる安全な間隔が様々なんですね。なので行き違うときはその時の交通状況を考慮して、もし何か起きても対応できるような安全な間隔を空ける必要があるということなんです。危険予測のイメージと安全に対する意識が大切なんですね。ですが、まだ免許すら持っていないのに、そんな感覚的なことを求められると困りますよね。そこで目安として、車のドアを開けても余裕があるくらいの間隔を空けると覚えておくといいでしょう。でもこれもあくまで目安なので、実際に運転して行き違うときには安全な間隔ってどれくらいなのか自分でも考えて運転してみてください。次は安全な間隔が取れないときです。先ほど話したように行き違い時は安全な間隔を空けるのが原則ですが、道路の道幅が狭いなど状況によってはどうしても安全な間隔が空けられない場合があります。その場合は無理に行き違おうとせず、一時停止や減速するなどして安全に気をつけて走行します。また、自社の道路の前方に路上駐車や工事現場などの障害物がある時の行き違いでは、対向車の妨げにならないよう進路を譲るようにしましょう。よく引っ掛け問題で、進路の前方に障害物があるところで対向車と行き違うときは、障害物を先に通過できる車を優先すると出題されますが、この場合の答えは×です。障害物を避けるときの行き違いは、障害物がある側の車が待つと覚えておきましょう。次は坂道での行き違いです。狭い坂道での行き違いでは、下りの車が待ち、上りの車に道を譲るようにします。これは上り坂で一度停止すると発進の操作が難しくなるためです。なので、下りの車が待ち、上りの車を止めず先に行かすようにします。ただし、上りの車でも近くに退避所があるときは、その退避所に入って対向車に道を譲ります。次は片側が崖になっている道路での行き違いです。道路を走行していると、時にこういった崖の道路を通行しなければならない場合があります。その場合での行き違いは、崖側を通る車が待ち、道を譲るようにします。崖側の車が無理に走行して転落しては危ないので、崖での行き違いでは、上り下りに関係なく崖側が待つと覚えておきましょう。では、今回の動画のまとめです。1、行き違うときは原則他車と安全な間隔を空ける。2、安全な間隔が空けられないときは、一時停止や減速をして安全に気をつけて通行する。3、自社の道路の前方に障害物があるときの行き違いでは、対向車に道を譲るようにする。4、坂道での行き違いは、下りの車が待ち、上りの車に道を譲る。5、片側が崖になっている道路の行き違いでは、崖側の車が待つ。では、最後に練習問題です。第1問。
進路の前方に障害物がある時の行き違いでは、あらかじめ一時停止か減速をして対向車に道を譲る。設問の通りで、進路の前方に障害物がある側の車が待ちます。早い者勝ちで通過していいわけではないので気をつけましょう。第2問。坂道で行き違うときは、上りの車が下りの車に道を譲る。坂道では下りの車が待ち、上りの車に道を譲ります。この問題だと上りと下りが逆になっています。この引っ掛けは多いですよ。坂道では下りが待ちますからね。第3問。片側が崖になっている道路で行き違うときは、上り下りに関係なく崖側の車に道を譲る。この場合は崖転落防止のため、上り下りに関係なく崖側の車が待ちます。崖側の車に道を譲ってはいけません。では、今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは現役の教習所教官による免許試験対策の動画を配信しています。今回の動画が良ければ評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回の学科の内容はブログにもまとめています。こちらもチェックしていただけると理解がさらに深まり、学科試験の合格に近づくかと思います。Twitter もやっています。YouTube やブログの更新情報、日々思ったことをつぶやいています。どちらも概要欄に記載してありますので、良ければフォローお願いします。それではご視聴ありがとうございました。